ブルズとソニックスの対決となった今シーズンのファイナルですが、試合前の予想はブルズ圧勝の声が大きいようです。しかしそのため例年より関心が薄れているのかと思いきや、この日のシカゴユナイテッドセンターは超満員、チケットもプレミアムがつくほどの大盛況だそうです。さあ、シーズン最後を飾るファイナル、スタートダッシュはどちらのチームが決めるのでしょうか。ファイナルに出れば必ず優勝しているマイケル・ジョーダン、そのジンクスを破りたいショーン・ケンプ、ロドマン、今日は七色の頭。さあ、ファイナル第1戦開始です。まずはジョーダン、主連邦を超えての挨拶代わりのシュート。続けてジョーダン、ゲイリー・ペイトンをかわしてターンアラウンドシュートを決めます。しかしソニックスはショーン・ケンプが見せてくれます。ゴール下でもリバウンドをロドマンに仕事をさせません。ソニックス3ポイントのリードです。しかしブルズはすぐさま反撃。スコティ・ピペンのシュートはこぼれますが、それをロン・ハーパーが叩き込みます。第2クォーターに入るとフランク・ブリコウスキーとロドマンが小競り合い。その後ブリコウスキーはロドマンをコートに叩きつけます。どっちが悪いんだか。ブリコウスキーはダブルテクニカルファウルで退場となります。腹の虫が収まらないようですね。ゲームの方はジョーダンがこのレイアップシュートを決め、ブルズ5点リードで前半を折り返します。後半7ポイントを追うソニックスはシュレンプが3ポイントを沈めます。続いてケンプ、ゴール下でのお得意のシュートを決め、ソニックス1点差まで詰め寄ります。第4クォーター、ブルズはロドマンが5ファウルでベンチ。しかしトニー・クーコッチが大活躍。第4クォーターだけで12ポイントを挙げ、ブルズを引っ張ります。さらにハーパーがペイトンへのパスをスティール。これで17ポイントリード。ソニックス万事休すです。ペイトンにできることはもう頭を横に振るだけ。ブルズが107対90で第1戦をものにしました。ジョーダンは28ポイント7リバウンド。ケンプは第3クォーターまで30ポイントでしたが、第4クォーターはたった2ポイントしか挙げられませんでした。なんといっても今日のヒーローはクーコッチでしょう。18ポイント中第4クォーターだけで12ポイントを挙げ、ブルズの勝利を決定づけました。I think they realized throughout the game that, we're a type of basketball team that continuously build our pressure. And late in the game, our pressure was a big factor. I'm sure they realized that they didn't execute well down the stretch of the game, and that was the turning point. Against, Chicago, you have to take care of the ball. You have to, execute. You have to go after and stay aggressive. For the most part, we were aggressive, but those turnovers were costly, and towards the end, a miscommunication, and you just can't have that. We understand that we can play with this team and we can beat this team. So we just, we made mistakes at the end, and they capitalized as a good team would always do. NBA ファイナル第2戦。第1戦ではブルズディフェンスの前に精彩を欠いたソニックス。しかしこの日ケンプを中心にまとまりを見せます。一方のブルズはオフェンスで不調が続いていたピペンが見事なシュート。復調したピペンの活躍でソニックスに対抗していきます。しかしソニックスは得意のスティールからの速攻でペイトンがダンク。第1クォーターソニックス4点リードとします。第2クォーター、押され気味のブルズはまたもピペンがアクロバティックなシュート。続いてジョーダンがスリーポイントシュート。前半終了間際になんとか逆転したブルズ。しかしその差はわずかに1点。第3クォーター、未だ本領を発揮できないブルズの中で一人ロドマンが闘志むき出しのプレーを見せます。これに刺激を受けたのが第1戦での勝利の立役者クーコッチ。ブルズはクーコッチの活躍でわずか2分の間に連続10点を挙げ、リードを9点としました。
この日もブルズに流れを引き込んだのはクーコッチでした。第1戦のようにこのままブルズ逃げ切ると誰もが予想した第4クォーター。しかしソニックスのケンプが持ち前のインサイドの強さを生かし、点差をじわりじわりと縮めていきます。第4クォーター残り48秒、点差はわずかに3点。ソニックスリバウンドからの攻撃を期待した場面。しかしリバウンドを取ったのはロドマン。結局この日20個のリバウンドを取ったロドマンがチームの勝利に大貢献。一方のソニックスは僅差の試合をものにできませんでした。Dennis came into Chicago with one purpose in mind, that was to rebound and do whatever he can to get us to the championship. And I think we have adapted to that, and we've certainly tried to support him offensively, and he's done a heck of a job on the defensive boards and the offensive boards. 左膝を怪我しているロン・ハーパーに代わって今日はトニー・クーコッチがスターターです。第1クォーター、まずはそのクーコッチがシュート。序盤から前回のブルズはジョーダンのスティールからピペンが持ち込みます。これで32対12。第1クォーター途中ですでにブルズのリードは20点。マイケル・ジョーダンも本領発揮。ペイトンをかわしてこのジャンプシュート。さらにフリーから、お次は長いスリーポイントシュート。もう一つシュート。9連続ポイントを叩き出したジョーダンは前半だけで27ポイントをマーク。好調ピペンも3人のディフェンスをかわして見事なバンクショット。ファウルも誘います。前半は62対38、ブルズの24ポイントリードで折り返します。後半スティーブ・カーのロングパスがピペン・ジョーダンとつながります。さらにピペンのスティールからクーコッチが決めるなど、第3クォーターが終わってもブルズは14点のリード。第4クォーター、ジョーダンはファールを誘ってからジャンプシュートを沈めます。さすがジョーダン。ルーク・ロングリーも頑張りプレーオフ自己最多の19ポイントをマークします。もちろんロドマンも忘れてはいけません。フランク・ブリコースキーを挑発します。これに乗ってしまったブリコースキーはロドマンにエルボー一発。ファイナル2度目の退場です。あらら、ソニックスの得点シーンがないまま終わってしまいました。108対86でブルズ3連勝。 NBA チャンピオンに王手をかけました。ジョーダンは36ポイント。ソニックスはケンプとペイトン2人合わせてもジョーダンには及びませんでした。ちなみにファイナルで3連敗から逆転優勝したチームはまだありません。ソニックスピンチ。In the game, that's what you saw. Everyone was just, pretty much facing me. And all of a sudden, the Seattle Supersonics just totally got out their game. Totally. They weren't even trying to play. They was just so worried about what I'm doing. And that's what I kept saying all series long. It's a mind game. It's all a mind game. If you want to get caught up what I'm doing, you're screwed. And then his confidence went to another level. We didn't pressure him up the way we should have pressured him up. When we knew he was in a groove, we should have doubled him and made him get the ball out of his hands. But when a guy like that gets in a groove and he gets his confidence that high, he feels like the basket is ocean. For Michael, it's been like the ocean. What's it been for you? It's been like a basket. That's it. A basketball hoop with a net. It's nothing different. It might be an ocean to him, but it's a basket with a net to me. On the road, you have to have a certain focus. You have to have a certain killer instinct. And this team has done that all season long. It hadn't just happened here in the playoffs. I think if you look over our championship years, what we have done on the road is very astonishing. NBA ファイナルはブルズが3連勝で早くも王手をかけていますが、この快進撃の立役者となったのはジョーダンでもピペンでもなく、実はロドマンだったのではないかと言われています。派手な格好だけに目を奪われがちなロドマンですが、リバウンドは NBA ナンバーワン。そしてゲームの駆け引きも天下一品です。ソニックスはロドマンの心理作戦に見事ハマってしまったようです。女装してボディコンドレスを着込み、ベストセラーになった自分の本にサインをしている彼が今ソニックスを窮地に追い込んでいます。They were so concentrated on what I was doing, what I was saying, and how I was acting on the floor. They just totally forgot how to play basketball. Do you feel like Rodman has won the psychological war? Yes, hands down, yes. I couldn't believe the way that Seattle fell prey to it.
ソニックスは審判を騙すようなロドマンのやり方を他のチームも批判していると言っています。It's like the NBA is kind of like a joke. You know, this guy's taking a style, and everybody in the world is talking about it and laughing about it. And it's not good for basketball. He has the nerve to say that it's bad for the sport. I think it's great for the sport. It adds a little more aroma, adds a little more flavor and taste to the sport. The game was pretty much decided. I thought he was trying to impress Cindy Crawford, really. ロドマンの仕掛けた罠にまんまとはまってしまったブリコースキーは退場2回を食らってしまい、次に狙われたショーン・ケンプも哀れロドマンのカモに。He wouldn't let me get to a position. All of a sudden, then he grabbed me for no reason at all. I said, "See, you got sucked in too. What's wrong with you?" See? So all of a sudden, when I was shooting a free throw, he wanted to come back at me. I said, "Come on, bring it on." I said, "You that good and you that bad. Bring it on." I'd rather see our team keep fighting and you be labeled by you guys a little crazy and out of control than to back off and try to figure out a finesse way, because that way definitely is not going to work. He has to understand that his team is not mentally strong enough to walk in that same path. You know, you got to be strong in the mind before you be strong in the body. カールヘッドコーチはそれでもロドマンが相手を殴ったところは見たことないと言っていますが、ブリコースキーとは乱闘になるかもしれません。If you want to fight, we can fight. It doesn't matter. I'm not going to waste my time. I'm a lot more important to this team than he is to his team. So, you know, he can bring a glass of water to me anytime. フィル・ジャクソンヘッドコーチ曰く、ブリコースキーは悪役の機能を果たしていないと言っています。一方、カールヘッドコーチはロドマンのプレーはルール違反で NBA の恥だと言っています。The sad thing about it, he wanted me on his team 2 years ago. He wanted me. And now all of a sudden now, you know, he's got to protect his ass and his players. Hey, don't get me wrong. I mean, we'll probably take a lot of this series and put it in a training film next year. You know, we'll probably be teaching our post defenders, hey, this is what you can get away with in the NBA. ロドマンは周りから何を言われても全く気にしていないようです。特にカールヘッドコーチからは。背中を痛めていたマクミランが戻ってきたソニックス。まずはペイトンのパスをケンプがアリウープ。序盤から飛ばします。さらにハーシー・ホーキンスがピペンをかわしてジャンプシュート。ソニックス4ポイントリードで第1クォーターを終了。一方のブルズはというとジョーダンが空気にパス。なんとトニー・クーコッチまで釣られてしまいます。さらにクーコッチ得意のスリーポイントシュートは外れ、ソニックスの速攻。そしてシュレンプがスラムダンク。ソニックス波に乗ってきます。そして今日がファイナル初出場となるマクミランのスリーポイントシュート。ケンプも喜びを隠せません。負けじとジョーダンもアリウープかと思われましたが、その前に肘でホーキンスを押したとしてファール。思わず抗議しますがテクニカルファールを取られてしまいます。対するソニックスはショットクロックギリギリでサム・パーキンスが決め、なんと21ポイントリードでハーフタイムを迎えます。そして第3クォーター、ロドマンとブリコースキーのおなじみのダンス。もちろんブリコースキーはテクニカルファール。しかしソニックスの勢いは止まりません。ペイトンがジョーダンをかわしてシュート。ここからはケンプのワンマンショー。まずはロングリをものともせずダンク。さらにロドマンをかわしてリバースダンク。ロドマンの肩車は気持ちよさそうですね。ソニックスは以前75対59とリード。ところで今日は何もかもうまくいかないジョーダンはこのプレーでフレグラントファウルを取られます。第4クォーターに入ってもケンプの勢いは止まりません。そして珍しいジョーダンのダブルドリブル。この判定にジョーダンは珍しく怒りをあらわにします。ソニックスはペイトン、ケンプのワンツーコンビでブルズにとどめ、ジョーダンはまだ審判に抗議しています。結局ソニックスが107対86でブルズに21ポイント差をつけて大勝。スイープを逃れました。さてシカゴブルズの勝敗は大黒柱であるマイケル・ジョーダンの調子により左右されるとも言われます。しかしそのジョーダンが NBA ファイナル第4戦で見せたのはたびたび審判に憤慨する姿でした。普段は冷静沈着で通る人物だけにその姿がさまざまな憶測をもたらしたようです。マイケル・ジョーダンは普段対戦相手に猛威を振るいますが、ファイナル第4戦では審判に対し牙をむき出しにしました。
we haven't gotten to, and we probably haven't seen very much in his career at all. To some degree, everybody who wants to yell and scream probably choke a few people. For a man to get every call, I don't think you. I mean, what do you have to gripe about the referee? It's not going to happen the way you want it every day, you know. And in some ways, you have to just take that and grit your teeth and move on. You saw a tired Michael. Yeah, I think he didn't get in touch with the mother of Funktron, the planet he's from. 常に神様と言われてきたジョーダン。しかしジョーダンだって生身の人間です。コントロールを失うことだってあるでしょう。第4戦ではジョーダンのそんな姿が何度か見られました。第4クォーター、テクニカルファウルを1つ取られていたジョーダンはダブルドリブルの判定に激しく怒りをぶつけました。Michael did enough to get thrown out of the basketball game. If he's not Michael Jordan, I think he would have gotten thrown out of the basketball game. I think everyone knows here that there has not been a time that Michael Jordan has been thrown out of a game. So I don't think he's worried about it. Detlef gets a technical for getting in Billy Oates' face, and Michael basically bites Billy Oates' nose off after one technical. David Wingate gets a technical because he runs away from a referee because he doesn't want to get a technical. Call in the fourth quarter when you got angry. Did you think you were close at all to being tossed out of the game? No, I mean, especially when he said he may have missed the call. 確かに審判がいつも間違いを犯さないとは言えません。ジョーダンは1991年に退場になった経験をもとに退場にならないための公式を編み出したようです。Michael's very smart. I mean, he might be demonstrative, but he doesn't use the words that'll get him kicked out. You know, he knows what he's doing. He says things like, I think that call was questionable. Very questionable. Almost to the point of being a bad call. I have a good rapport with the referees. I'm not going to disgrace him, I don't think. And, I'm going to go up and I'm going to question and I'm going to give him my opinion, which as a team captain, you can voice your opinion. ジョーダンは感情をあらわにすることで審判の判定を左右するつもりはないと言っていますが、ソニックスにはそう思われていないようです。I think Michael, he always has a plan for whatever he does out there on the basketball floor. I think he's always in control. When you see him drawing with the refs, you know something's wrong. Maybe he's just playing one of those mic games. Maybe he was just setting up the Nets crew that comes in here tomorrow night. How will he handle the refs on Friday? By kicking Seattle's ass. 一体第5戦はどんな戦いになるのか、試合は明日行われます。さあ、そして第5戦、どちらも気合十分なこの試合は両チームの攻撃の要ケンプとジョーダンのこのファイナル初のダンクで幕を開けます。試合の主導権を先に握ったのはソニックスでした。速攻からホーキンスがそのまま持ち込み厳しいチェックを受けながらも見事に決めます。第2クォーター、ブルズのスティーブ・カースリーポイントシュートを狙いますが決まりません。逆にソニックスは怪我をして出場のマクミラン。続いてはペイトンがスリーポイントシュートを決め優位に立ちます。この試合自分たちのリズムでプレーをできないブルズ。しかしジョーダンが見事なシュートを決め押され気味の展開ながらもソニックスに1点差と詰め寄り前半を終了します。第3クォーターに入りブルズ立ち直りを見せます。そしてついに逆転。このまま突き放しにかかると思われましたがその勢いを止めたのがシュレンプの逆転スリーポイントシュート。しかしソニックスのリードはわずかに2点。両チームラスト12分に全てをかけます。第4クォーター、一方的に攻撃力を爆発させたのはソニックス。観客の大声援を受け11点を連取したソニックス止まりません。一気に点差を広げられたブルズ。スリーポイントシュートで追いすがろうとしますが全く入りません。対照的にソニックスはペイトンがとどめのスリーポイントシュート。崖っぷちの3連敗から2連勝を落とし自信を取り戻したソニックス。次は敵地ユナイテッドセンターに乗り込みます。ブルズ
が優勝を決めるのか、ソニックスが奇跡を起こすのか、注目の第6戦。先手を取ったのはブルズでした。スコティ・ピペンが左手で華麗にシュート。ロン・ハーパーの先発出場で負担の軽くなったジョーダン。ここではロングリーへ見事なパス。さらにピペンがスティール。ソニックス前半だけで10個のターンオーバーを犯します。もちろんやられてばかりではありません。ソニックス、ペイトン、シュレンプとつなぎ、ケンプがダンク。ソニックスはディフェンスでも見せてくれます。ジョーダンのシュートをケンプが見事にブロック。しかし得点は前半終わって45対38とブルズがリード。ソニックスは後半、ペイトンが24秒クロックギリギリでシュートを決めるなど、なんとか食らいついていきますが、ブルズも黙ってはいません。ピペンのパスをロドマンがリバースで決めて、あっという間に15ポイント差のリードを奪います。ロドマンは調子に乗って大はしゃぎ。さらにそのロドマンのアシストをジョーダンがリバースで決めて、ブルズはついに17ポイントのリード。ジョーダンの家族もパパの活躍に大喜び。ソニックスはマクミランの腰の痛みが悪化しベンチに下がりますが、ケンプが踏ん張ります。ここではディフェンス3人をものともせずにシュートを押し込み、再び9ポイント差まで迫ります。ところが第4クォーター、クーコッチがスリーポイントシュートを決めて突き放します。そして残り4分半となったところでケンプがファールアウト。そんなソニックスを尻目にブルズはジョーダンのパスをピペンがスリーポイントで決めてダメ押し。これで87対70。最後はクーコッチがジョーダンにボールを手渡したところでゲームセット。ジョーダンはまるで子供を抱きかかえるかのようにボールを抱きしめていました。ブルズ3年ぶり4回目の優勝です。ファイナルスコアは87対75。ジョーダンが NBA 歴代トップとなる4回目のファイナル MVP に選ばれました。ジョーダンはこれでレギュラーシーズンオールスター戦と合わせて今シーズン3つの MVP を独占。これはニックスのウィリス・リードが1970年に達成して以来2人目の快挙です。またロドマンはこの試合合計19リバウンドでファイナル記録に並ぶ11のオフェンスリバウンドを上げています。それでは試合後のインタビューをどうぞ。You know, who would have ever written this this season? You know, no one predicted it as much as you guys tried to be predictors. You know, we couldn't have predicted it early, but things work in mysterious ways. Whenever you're expected to do something, the pressure is great on a basketball club. It's a relief to win rather than a exaltation. So tonight was kind of a relief and a celebration. Because we knew we were good enough to win, we just had to put that nail in the coffin and close the lid of this series. I don't know who got the MVP or not, but Dennis Rodman won them 2 basketball games. You know, we controlled Dennis Rodman for 4, but game 2, I think it's game 2 and game tonight, Dennis Rodman was the reason they were successful. And a lot of people said the same thing about me, you know. He's disruptive, he's everything, but I came back and proved everyone wrong. I could have went last year in the Western Conference, but I didn't. This year I came back and won the whole thing. How does Dennis Rodman celebrate? You ought to come and find out. ブルズはレギュラーシーズンとプレーオフを合わせてちょうど100ゲームで優勝。驚異の87勝を挙げ、うち27勝は20点以上の得点差をつけての勝利です。史上最強のチームとして歴史に名を残すことでしょう。先日3年ぶり4回目の優勝を決めたブルズが今日地元シカゴのグランドパークで優勝祝賀会を開きました。今日の祝賀会には平日にもかかわらず数百人の徹夜組をはじめたくさんのファンが集合。ロドマンも増殖しました。これから契約交渉に臨むジョーダン、そしてジャクソンヘッドコーチもご機嫌でした。Thank you to all the people that's been a part of this organization for accepting me, and you know it's been a wild, crazy ride. And I know for a fact the next season we'll be back. But I need one thing to come back with me. In fact, I need 3. I need Phil, Michael, and Dennis. We need them back. I hope Phil is going to get an opportunity to coach again. I hope Dennis gets the opportunity to act crazy again. I hope I get the chance to come back and represent the city of Chicago and my family and bring a 5th title back to Chicago.
さてジョーダンはこの後ファイナル MVP の授賞式に赴き、トロフィーと賞品の自動車を受け取りました。ジョーダンは今シーズンオールスターレギュラーシーズンと合わせて3つの MVP を独占しました。The most important thing is that I had a team that supported me all season long, and I think they really showed the city of Chicago that no matter how much people try to make this a one individual team, that it's a team game. This is all in tribute to my father, and I'm pretty sure he's looking down and smiling and probably mad that he didn't get a chance to drive this vehicle, but I'm pretty sure I'd drive it for him.